は。こんにちは。今日は、フードロスをなくすということでお話ししたいと思っています。フードロス、食べ物を無駄にしないっていうことですよね。で、残り野菜を使ってスープやカレー作るとか、食べきれないお刺身を漬けにするとか、お肉マリネするとか、皆さんいろいろ工夫をしてらっしゃると思うのですけれども、もう一歩踏み込んでフードロスをなくすについて、4つのアングルから考えてみようと思っています。まず1つは、買い方を考え直すね。それから2つ目が、保存方法を工夫します。それから3番目がもらってもらう。それから4番目がダメにしやすい食べ物を把握する。この4つのアングルから対策を考えてみました。私はもともとケータラーだったんですね。3年前まで、今ちょっとやめたんですけれども、今回このフードロスについて考えるにあたって、私とふみちゃんの工夫だけじゃなくって、その時にケータリング時代に一緒に働いてくれてた仲間にもちょっと連絡をして、彼女たちがどのような工夫を今しているかってことを聞き取りをちょっとしてみました。今回は私とふみちゃんの工夫に加え、その彼女たちの工夫も交えて、お話したいと思ってるんですけども、買い方からいきますね。ふみちゃんはどういうふうに買い物をしていますか？はい。うちは割と 2,3 日先までもうメニュー決めちゃって、大体でその分だからもうレシピを頭に浮かべながらいるものだけを買いに行くっていう、そういうシステムですね。そうするとつい買っちゃうみたいなのはしないのね。あんまりないわね、それね。そして行く前に冷蔵庫の中もチェックして、ないものだけ買いに行くから、割とそれだけでも無駄を減らすことはできてるかなっていう気はしますね。そうだよね。前YouTube のチャンネルでもおしゃべりしたような気がするけれども、もうこれは買わないっていうところで言ったかもしれないけど、その〇〇のタレとか、それから〇〇ドレッシングみたいな、その用途が決まってるものはまず買わないって話をしてたけど、そういうのも使い切れない。余っちゃうからね。そうよね。そういうのもだからそれよりも家にあるものでちゃちゃっと作った方が絶対無駄は少ない気がしますね。今回のそのケータリングチームとのやり取りの中で出てきた意見の一つなんだけど、その大量買いしそうなスーパーを日常使いにしないっていう意見が出てきて、大量に買いそうなスーパーを日常使いにはしないという、これ刺さったんだけど、私は大量に思わず買っちゃうと無駄になる可能性が結構出てくるってことね。そう私その大量に買っちゃって捨てるってことはないんだけれども、やっぱりその新鮮で安い魚とか、それから野菜とか見るとものすごく興奮するたちなのよ。それで後先考えずに、いろんな、それなりの知識はあるから、その保存方法の、だからあれは冷凍にしといて、これはこういうふうにしてこっちは干してとか、そのあるがゆえにそういう仕込みをする時間と体力があるかっていうことをあんまり考えずに大量買いすることがある。それで夜中に泣きながら魚さばいてたりすることがあるんだよね。でそれでね、泣きながらさばくならいいけどね、それでもし無駄になっちゃったりしたら困るもんね。そうだね。なんだけどそれでとりあえずきちんと処理して冷凍したとしても、その大量消費する機会がなければ結構時間経っちゃってからの消費になるじゃない。そうするとやっぱりその美味しさも落ちるだろうしっていうことをちょっと気づきました。なのでその予定があるんだったらいいけれども、
ないんだったら大量買いはするなということですね。そうですね。なんかすごい育ち盛りの子供がいっぱいいる大家族のご家庭とか別だけど、そうではないので気をつけないとね。はい。それとそれから買い方についてなんだけどね、もう一つ賞味期限の長いものを、ついついスーパーのその棚の奥の方から取って買うっていうようなことをしがちだったんですけれども、それもそのなんか賞味期限切れちゃったら廃棄なんですっていうようなことを今回知ったのね。でもそのまま捨てられちゃうっていうふうに考えて、やっぱりそれは救わなきゃねっていう話をみんなでしてたんだけれども、本当にそう思った。で私ね、卵をね一つずつ買う風にしてるんだけど、今この写真出てますけど、パックを持ってってで好きなだけ買えるところがあるんでね、これ買ってます。でその時にこういうなんか割引の賞味期限が近いような卵もあったので、そうだと思って、で生卵で食べたいから新鮮なのも買うけど、こっちはね火を入れて使うんだからこれ十分じゃないと思って、こういうふうにハーフ&ハーフでちょっと買ってみました。すごい賢いと思う。大事なことですよね。じゃあ次が、保存方法を工夫するっていうことになります。ふみちゃんこの辺ね、やっぱりお家でいろんな野菜が取れるからっていうことで工夫が多かったと思うんですけれども、なんか干したりいろいろやってたよね。そうだね。なんかうちは、レモンの木があって、レモンもやっぱり一時に大量に取れると全部使い切れなかったりするので、いくつか常温で取っといて、であと収穫したものはもうとりあえず洗って4つに切ってそのまま皮ごと冷凍しちゃうの。で今たまたま解凍したやつがここにあるんですけど、別に解凍してもこのまま普通に使えるので、もうとりあえず急いでる時はカッカッカッって切って冷凍庫入れちゃうの簡単だし、これすごい重宝します。一年中使えるから冷凍しとけば。なんか気楽だね、そういうのね。本当。あとイチジクとかもイチジクはうちじゃなくてワイナリーの方なんだけど、やっぱり大量に取れてあれ日持ちしないから、オーブンで半生みたいにして、そうね、半生みたいにしてちょっと日持ちするようにして冷蔵庫入れて、なんか出したのアイスクリームと一緒に一人出すとかね、なんかいろいろそういうことしますね。素敵ですよね。あとトマトも入れてたね。トマトは、トマトもやっぱり消費が追いつかないことがあって、オイル漬けにしました。で、オイル漬けにしたもの、これは冷蔵庫に入れなきゃいけないので冷蔵庫の中のスペース取っちゃうんだけど、でもオイルに完全に使ってればもう本当に1年くらい持つのでずっと食べられる。便利です。やっぱりいいよね、そういう保存方法をたくさん知ってるっていうことはね。一つ、ケータリングの時にやってた工夫なんだけど、クリームチーズとかバターって買ったらすぐ4つに切って、それぞれをきちっとラップして、でそれで冷蔵とか、それからちょっと今週は仕事ないかもねっていう時は冷凍して、でも本当に使う分だけをちっちゃく保存するような感じに工夫していました。これすごくおすすめです。さっきのねメンバーの中ではその3人のちっちゃい、お嬢ちゃんたちを育ててね、もう多分めちゃめちゃ忙しいで、料理家でもあるし、時々教えたりとかしているママはね、ちょっと残っちゃうようなもの、食べきれなかった、多分調理してあるもののことが多いと思うんだけれども、そういうものはもう本当に何も考えずに自動的に冷凍してるって言ってた。それがちょっと冷凍したら美味しくなくなっちゃうよねっていうようなものも入ってるかもしれないけれども、とりあえず全部冷凍しとくと、本当にその自分が何にもしたくない日とか、それからお昼ご飯になんか、ラーメンの上になんかちょっと乗せるようなものとかね、それからあとお弁当の隙間が余っちゃった時とかに案外助かるっていうふうに言ってた。良さそうだよね、この方法ね。
簡単な保管の方法としては工夫はね、当たり前だけど冷蔵庫で野菜を積み重ねないとかね、それからあと、なるべくそう縦にして保管したいとか、それから簡単なのだと新聞に巻いたりとかね、葉物とかは新聞多分すごくいいと思う。適度な乾燥を防いでくれるし、で、そういうこともできると思うし、一番簡単なのは、その傷みやすい野菜は目につきやすい手前に持ってきとくとかね。ゆめちゃんもね、ガラスのジャーに入れるって言ってたね。そうそう、なんか特に野菜ちょっとだけ余っちゃったような時は、なんかもう私は結構刻んじゃってガラスの入れ物に入れとくと、なんかちょっとチャーハンとかちょっとスープとかっていう時に忘れなくて済むので、もうそのまま入れればいいだけじゃない、だから、そういうことをやりますね。ウェックとかに入れてる。ガラスっていうのがポイントだよね、見えるからですね。そうそう、絶対忘れるからはい、じゃあ次は、もらってもらう、お裾分けってやつね。じゃがいも1箱いただいちゃったりとか、みかん1箱買っちゃったりとかすると、なんかうっかりねすると美味しさのピークっていうのが過ぎてたりするようなこともあるし、それから最近お家って結構密閉性が高くってさ、みかんとかも持たなかったりする案外なので、美味しいうちにっていうことで、ちょっとうちじゃもう全部は無理だなと思ったら、早めに会う人ごとに少しずつお裾分けっていう風にしてるんだけれども、すごくいいよねそれ。そうだね。あとホームパーティーもね、うちでなんか作ってみんな食べに来てっていうのだったら、それほど大量には作んないんだけれども、メンバーの顔を見ながらこのくらいで十分かなっていうのはなんとなくわかるからなんだけど、例えば持ち寄りとかにすると絶対食べきれないほどの料理が出ますよね。そういう時はやっぱり基本持ち帰りっていう感じで、それぞれが持ち帰ってもらうっていうような感じにするといいと思います。最近はそういうふうにしてるんだけどね。じゃあ持ち帰りがない場合もあるかもしれないけど、持ち寄るんだったらその持ち寄ったタッパーにまた入れて持ち帰ってもらうっていうようなシステムね。うちはコーヒーにするよっていうふうにしとけばいいんじゃないかなと思います。だから、よく私が困るのは、残しちゃうのはスパイス。スパイスがね結構好きなのよね。だからなるべくその、種類絞って買おうと思いながらも、やっぱりどんどん増えちゃうってこともあるし、かといって、賞味期限の中でその、スパイスね、やっぱり新しいの買って封開けると、こんなにいい匂いがするんだなって、匂いが香りが強いんだなっていうのを驚くぐらい、逆に言えば冷蔵庫にずっと保管しておいたスパイスっていうのはやっぱり香り飛んでるんだよね。海外とかでね、本当にフレッシュななんかこうスパイスみたいのを大量に買ってきてくださってお料理するでしょみたいな感じでいただく時もあるんだけど、使い切れないと思ったらそれも小分けにしてどなたかに差し上げるっていうのをしています。私はいただく側の話なんですけど、ちょっと今写真写ってるかな、そうそう、なんかこう近所のよく釣りに行く若いパパがいてね、スティーブって名前出しちゃった。その若いパパがね、この間コンコンコンって急に夕方うちに来て、でタコがさ取れちゃったんだけどいるって言われてで多分全然違うもの狙ってたんだと思うんだけど、多分入っちゃったんだよね、タコが。で、頭の部分はなんか自分たちで食べるようにちょっと取ったんだけど、足をねこんなに食べられないし、ちょっと今お料理してる暇もなくって、もしよかったらと思ってって言われて、食べるって言って大喜びでいただいたの。だからそういういただく側もあるけれども嬉しかったです、すごく。この間ちょっとね代わりにソーセージを持っていきました。素敵。やっぱりそういうやり取りもね、いいよね。物々交換大好き。物々交換大好き、私も。
ご近所にね物々交換ができる環境を一番望ましいと思いますが、そうでない場合は寄付もできるんだよね、キャベツなんでね。前からよく私時々お話しするけど、エコプラザーとかなんか市役所みたいなところでもしてるのかもしれないんだけど、私の住んでる近くでやってる取り組みはね、フードドライブっていう名前でやってるんだけれども、主に缶詰とか、それからそのレトルトとか、それから調味料とか、お紅茶とかコーヒーとか、それからそのお菓子とか、なんかそういうようなものを、賞味期限の何ヶ月前とかの条件はあるみたいなんだけれども、受付をしているの。だから例えばその、ちょっとあれだけど好みに合わないものをいただいちゃったりとかさ、なんかそういうような時にちょっと知っとくといいなと思って、でそのままそれは多分近くの福祉施設、福祉団体の方に寄付されるっていうようなことが書かれてありましたけれども、そういうやり方もあるし、ニューチもある、そういうの。まずスーパーの入り口のところになんか自分が食べないその缶詰とかの、それからなんだろう、例えばシリアルとかそういうものも OK だと思うんだけれども、そういうので自分のところにいらないものはもちろん賞味期限内でね、いらないもの入れてくださいっていうのがあって、でそういうのはどっかに寄付してくれたりとかしてるみたい。身近でいいよね。いつも行くスーパーだったらね。なるほどね。あと豚の話してたじゃん。そうそう。豚いいよいいよ。なんかスーパーとかね、レストランとかでもちろん全部ではないと思うんだけど、少なくとも一部のその、もう廃棄になる食べ物は、豚の餌としてその農家の人に寄付したりっていうシステムがあるみたいで、それすごくいいことだと思うんだよね。いいよね。で、4つ目はダメにしやすい食べ物を把握しておいて、対策を考えるっていうことなんだけれども、今回そのみんな何をダメにしやすいみたいな話もいろいろ聞いてね、もやしとかきゅうりとか生姜とかじゃがいもとかスパイスとかレモンとかなんかいろいろあったんだけれども、その自分のダメにしやすい食材っていうのを、ちょっとどっかに書いとくとか覚えとくっていうのは必要かもねっていうと、もう買う時にね、そのさっきの買い方にもちょっとつながるけれども、レモンはダメにしやすいんだから3個は買わないで1個にしとこうとかっていう人もいたし、そういうような話だと思うんだけれども、それからあと例えばもやしとかも私は一人の時はね、一袋買ってで、半分炒め物にするけど半分余っちゃってそのままね野菜室入れとくとやっぱ忘れちゃう時もあるのよね。だからもうその野菜室に戻さないでそのまんまさっと茹でちゃってナムルにしちゃったりとかして製品化しとくと、絶対食べるからっていう、そんな工夫もちょっとしています。やっぱりね、そういう活用法をたくさんその自分の中で知ってるっていうのはまず大事だったりもするよね。で、そう知ってる人の中で、小麦粉をね余らしちゃうっていう人が何人かいたのね。でね今回は、特別にですねアトリエールっていうオンラインの、ショップをやってらっしゃる山野明子さんっていう、この方もケータリングのメンバーではあったんですけれども、その方に特別にお願いしてちょっとだけ残った小麦粉を美味しいスコーンにしてするっていうレシピをわざわざ作ってくださった。で、詳細欄の方に載せておきますが、私もちょっと作ったのがこんな感じなの。先生に写真を見てもらったんだけど、ちょっと焼き目つけすぎですねっていうコメントはあったんだけど
でもすごく美味しかったの。外側がカリカリで中もちもちっていう感じだから、パサパサのスコーン系ではないの。アトリエールってね、本当になんていうのかな、ごまかしのない、正統派の美味しい焼き菓子を売ってます。で、これからの季節おすすめは年末のこのクリスマスケーキと、それから、年始に食べるこのガレット・デ・ロワ、これパイにねアーモンドクリームが入ってるやつで、可愛いテープがもう本当に美味しいから、皆さんオンラインの方からご注文いただきたいと思います。詳細欄の方に貼っておきますのでご覧ください。ではまとめいきます。これいろいろ考えてて思ったんだけれども、要はその食べ物を捨てるか捨てないかって割とね習慣になってることが多いんじゃないかなと思う。ここ捨てるっていうのはなんとなくインプットされちゃってるからね、それを外す努力っていうのをした方がいいと思っていて、例えばキャベツとかでここ外側食べないじゃんと思って、そのままゴミ箱に捨てる手をちょっと止めて、これ何かに使えるって思ったらいろいろ使えるなんか用途があるんですよね。でなんかまずその、習慣的に捨てるっていう手をちょっと止めてみるっていうようなことをまずトライしてみたいと今回思いました。今回の聞き取りでいい意見いろいろもらったので、詳細欄の方に、すごい、表にしてみましたので、こちらも、ご興味あったら見ていただきたいと思います。で、最後に私からは、その外食の時にね、うっかりすると忘れちゃうんだけれども、食べきれないかなってちょっと思ったら、ご飯少なめでお願いしますってこう一言、これいいかなってちょっと思ってます。大事ですね。はい。みーちゃん私はね書いてある食べ物に書いてある賞味期限を鵜呑みにしないっていうことも結構大事だと思う。なんかもうお肉とかお魚とかそういうものはちょっと怖いけれども、あれは消費期限よね。で賞味期限例えばパンとか、お菓子とかね。そうお菓子とか賞味期限昨日だったと思って自動的に捨てたりとかしないで、もう自分の目と鼻と舌で判断するっていうことすごく大事だと思います。だって賞味期限1日2日切れても大丈夫なのがいっぱいあるから、それは本当に自分で判断する癖をつけたいなと思います。そう思います。はい。じゃあ今日は、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。で次回は、次回なんですけれども、前にこのチャンネルで日本酒会とのテーブルセッティングっていうタイトルでビデオを作ったんですね。で、はるちゃんはパーティーのプロだから美しいパーティーのテーブルを作る人なので、私がその日本酒を飲む晩ご飯を食べるためのテーブルセッティングをしたいという設定で、自分が考えたセッティングをはるちゃんにリモートでこういろいろ修正してもらってちょっと素敵にするっていうビデオをやったんですけれども、今度は、またこれからね年末年始で、ちょっと素敵なちょっと改まったあるいはちょっとごちそうを食べるっていうような機会もあると思うんです。でワインを飲むこともあるかなと思って、今回はワイン洋食バージョンで同じような感じでテーブルセッティングをお見せしたいと思っています。で、約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。